1976年、イギリスではパンクムーブメントが巻き起こっていました。そんな最中のロンドンで結成され、デビュー時にロックでなければ何でもいいと言い放ったとされるバンドがあります。それがワイヤーです。パンクムーブメントの中心地に登場しながらも、他のバンドとは一味違った姿勢とサウンドで、後にポストパンクの先駆者と言われました。パンク以降のオルタナティブなロック、ポストパンク、ニューウェーブ、ハードコアや US オルタナの流れを見ると、その影響元として初期ワイヤーがかなり重要な位置にあるんじゃないかと思うようになりまして、今回取り上げてみようと思います。ワイヤーは1976年、イギリスでコリン・ニューマンとブルース・ギルバートが結成したオーバーロードというバンドが前身となり、そこにグレアム・ルイスとロバート・ゴートゥーベッドが加わります。結成当時はジョージ・ジルというギタリストがいて、ワイヤーは5人組のバンドとしてスタートしています。当初オリジナル曲はジョージ・ジルが書いていたそうですが、彼が骨折をして入院してしまったことで4人での活動を余儀なくされることになりました。しかし不幸中の幸いといいますか、旧来のロック的思考を持っていたジョージ・ジルが抜けたことにより、演奏は無駄なものが一切ない非常にタイトなものとなり、ソングライティングを担当することとなったコリン・ニューマンとグレアム・ルイスの作る曲はロックの常識にとらわれないものとなりました。そもそもコリン・ニューマン、ブルース・ギルバート、グレアム・ルイスの3人はアートスクールで学んだ芸術畑出身で、バンド結成時楽器の演奏は全くの初心者だったそうです。彼らはバンド活動をアートと捉え、自分たちはロックバンドではないという発言をたびたび行っていました。ワイヤーは1977年になるとロンドンのライブハウスロキシーなどに出演し、パンクロックのシーンの中に入っていきます。77年4月にロキシーで行われたパンクフェスティバルに出演し、その模様がザ・ロキシー・ロンドン WC2 というコンピレーションアルバムに収められ、それが彼らの初のレコードとなりました。その後 EMI 傘下のレーベルハーベストと契約し、1977年12月にファーストアルバムピンクフラッグをリリースします。このアルバム、まず目を引くのが21曲入りでして、これが2枚組とかじゃなく36分程度の普通の1枚のアルバムであること。本当に短い曲が多くって、2分以上ある曲は6曲で、9曲は1分台、1分にも満たない曲が6曲あります。演奏はタイトでソリッドでミニマル、ロック的な分法を極力排除した印象で、それは演奏力のなさからなのかもしれませんが、ギターソロはもちろんキャッチーなメロディーやコード進行、その他ロックの色気みたいなものも捨て去り、1アイデアで1曲の短い曲を連発するスタイルとなりました。同時期のパンクバンドもシンプルで短い曲を演奏していましたが、多くのバンドはロックンロール的要素を持っており、ワイヤーの曲、演奏はそれらとは一線を画す印象があります。で、このライナーに興味深いことが書かれていまして、イギリス本国の評論家にワイヤーはパンクとみなされていなかったそうです。一方でアメリカではそういった定義は明確ではなく、逆にメジャーレーベルを通じて全米でリリースされたこのアルバムは、アメリカで正規に手に入る数少ないイギリスのパンクのレコードで、それがアメリカのハードコアやオルタナティブのシーンに大きな影響を与えたと書かれています。実際マイナースレッドやビッグブラック、または REM がワイヤーの曲をカバーしていて、その他多くの US ハードコア、オルタナ勢からリスペクトを受けているようです。ワイヤーを聞いたことがない方は、まずこのアルバムの最後21曲目の 12XU という曲を聴いてみてほしいです。このスピード感、タイトさ、金属的な感触は1977年の音とは思えないハードコアやオルタナへの影響を感じられると思います。そして誰が何と言おうと、この時のワイヤーはキレッキレのパンクバンドだったと思います。
このアルバムがリリースされた1977年というと、2月にザ・ダムドのファーストアルバム、4月にザ・クラッシュのファーストアルバム、10月にセックスピストルズの唯一のアルバム勝手にしやがれがリリースされ、ロンドンのパンクが最高に盛り上がっていた時期でしたが、それらとほぼ同時期にパンクの次のステージを予感させるような音を出していたんだなと改めて感じます。セカンドアルバム「チェアーズ・ミッシング」は1978年8月にリリースされました。9ヶ月という比較的短いスパンで発表された作品ですが、ファーストアルバムから大きな飛躍が見られます。ギターやベースの音作りでエフェクトが多用され、プロデューサーのマイク・ソーンがシンセサイザーの演奏で参加したりして、サウンドの表現の幅が大きく広がりました。曲自体もメロディアスなものからより実験的なものまでバラエティに富んでいます。こうしたサウンドへの思考は60年代から70年代のサイケ・プログレとの共通点を一部で指摘されました。それは所属したハーベストというレーベルがプログレ系だったことも関係しているのでしょうが、それが当時のパンク界隈では抽象的で難解、高価な機材や高度なテクニックを多用するプログレは前時代的で打破すべきものとして敵視されていたので、プログレ的だというのは批判的なニュアンスで言われたことでした。しかし実際にこのアルバムを聴いてみると、70年代のプログレ的かと言われるとそうでもなく、ファーストアルバムでの脱ロック的な曲に音のテクスチャーを重ねていった印象のサウンドです。ただアート思考で抽象的な部分があるのはプログレ的と言っていいかもしれませんね。ワイヤーの音はロックバンドの形を借りながらどこか無機的でドライな印象を受けるんですね。そのあたりアメリカのディーボなんかと近い感覚かもしれません。しかしそんな中で10曲目のアウトドアマイナーは60年代フォークロック調のポップな曲で、思わず口ずさみたくなるような、それまでのワイヤーからは考えられないようなメロディアスでキャッチーな曲です。なんだかんだ言ってこの曲がアルバムの中で一番好きな曲だったりします。チェアーズ・ミッシングがリリースされた1978年は、6月にマガジンのファーストアルバム、11月にスージー&ザ・バンシーズのファーストアルバム、12月にパブリックイメージリミテッドのファーストアルバムがリリースされ、イギリスではパンクムーブメントが落ち着き、本格的にポストパンクの時代に入っていった時期でした。サードアルバム154は1979年9月にリリース。タイトルの154という数字はワイヤーがそれまでに行ったライブの回数だと言われています。アルバムのサウンドはチェアーズ・ミッシングの方向性をさらに推し進めたような感じで、幾重にもテクスチャーが重ねられたサウンドになっていて、無機的なサイケデリックサウンドとも言えるようなものだと思います。そしてそれはアンビエントやインダストリアルなどのジャンルにもつながっていったのではと考えられます。一方でザ・フィフティーンスや北緯41度、西経93度といったポップな印象の曲も収録されています。しかし全体的にはヒリヒリとした緊張感を感じるアルバムですね。個人的に好きな曲、2曲目の Two People in a Room なんかも緊張感のある曲で、歌詞もメンバー間の圧力のようなものを歌っているみたいです。そして実際この圧力というのはポップ志向のコリン・ニューマンとロバート・ゴートゥーベッド、アンビエントなどアブストラクトなサウンドを志向するブルース・ギルバートとグレアム・ルイスの間で対立があったと言われていて、そして結局1980年2月のライブを最後にワイヤーは解散してしまいます。解散後コリン・ニューマンはポップ寄りのソロアルバムをリリース。ブルース・ギルバートとグレアム・ルイスはドームを結成し、アンビエント、インダストリアルの要素の強い実験的な音楽を発表していきました。その後1985年にワイヤーは再結成しています。第1期ワイヤーの最終作となるこの154はメンバー間の対立がありつつも曲、サウンドともに進化していて、
ワイヤーの目指したアート的考え方でのロックの解体と再構築が完成した作品なんじゃないでしょうか。そしてこれはポストパンクの紛れもない名盤だと思います。個人的にも一番好きなアルバムですね。154がリリースされた1979年はパブリックイメージリミテッドのメタルボックスやジョイディビジョンのアウンノンプレジャーズ、ザ・ポップグループの Y 最後の警告などなどポストパンクの名盤が続々とリリースされた年でした。その中でこのワイヤーの154は早くも新しい方向性を極めた作品で、こうして改めて聴いてみると常に時代の一歩先を行っていたバンドだと思いますね。往々にして現代のロックとかポピュラーミュージックというものは時代の移り変わりとともに再定義されたりするもので、ワイヤーはリアルタイムではパンクまたはニューウェーブと言われていたと思われます。それが90年代から2000年代、再評価再定義が行われ、ポストパンクというジャンルが広く共通の認識として広まっていったと考えます。パンクの精神性を引き継ぎつつロックを解体、脱構築、再構築し、80年代以降の音楽に決して少なくない影響をもたらしたポストパンク。その再評価の中で実は最も早くポストパンクというジャンルを体現していたのがワイヤーだったんじゃないかと思うようになりました。彼らはファーストアルバムでロックを骨組みだけにして組み直し、セカンドアルバム以降そこにさまざまな色を重ねていった、そんな印象を受けます。音楽的には素人だったアート志向のメンバーによってなされたそれは、当時ロックのようでいてロックではない、何か新しいものに見えたと思います。しかし45年以上経った現在、ワイヤーの音はロック以外の何者でもないように聞こえます。それはワイヤーのような方法論、サウンドを後続のバンドたちが引き継いで発展させていったからでしょうか。そもそもロックというのがカウンターカルチャーで主流に対する反抗みたいなことを尊ぶところがあって、最初に紹介したロックでなければ何でもいいっていう発言こそがめちゃめちゃロックっぽいと思っちゃうんですよね。はい、今回は、ポストパンクの走りと言っていいバンドワイヤーの初期3作品を取り上げました。ご視聴ありがとうございました。